のささやきの朗読やこの話を思い出すのは、決まって山の地図を広げた時だ。どの地図を見ても、あの尾根だけは線が曖昧で、名前も載っていない。最初にその尾根の話を聞いたのは、地元の漁師からだった。酒の席で何気なく山の話題になった時のことだ。そこは登る場所じゃない。理由を聞いても、漁師はそれ以上説明しなかった。危険だからでも、道がないからでもない。用がないという言い方だけが妙に引っかかった。実際にその山に入ったのはその数年後だ。登山道の整備計画で周辺の地形を確認する必要があった。正規ルートから外れることはなかったが、問題の尾根が視界に入る位置まで行く予定だった。山に入った朝、妙な静けさがあった。鳥の声が少なく、風も弱い。天候は安定しているのに、山が息を潜めているようだった。尾根が見える地点に近づくにつれ、同行者の口数が自然と減っていった。誰かが何かを感じ取っているのははっきりと分かった。あの漁師の言葉が頭の中で何度もよみがえった。登る場所じゃない。それでもその時は引き返さなかった。あの尾根がこちらを選んでいたことに、その時は気づいていなかったんだ。尾根が正面に見えた瞬間、空気が変わった。冷えたわけでも湿ったわけでもない。ただ音が一段落ちたように感じたんだ。足音はする。呼吸も聞こえる。それ以外が抜け落ちていた。尾根へ続く獣道は途中で途切れていた。不自然なほどきれいに。踏み固められていた痕跡だけが残り、その先が空白になっている。その空白の向こうに白いものが見えた。最初は岩肌が光っているんだと思った。だが輪郭が揺れている。縦に長く背中のような曲線を描いていた。距離はある。それなのに異様にはっきりと見えた。動かない。こちらに背を向けて尾根の向こうを見ている。獣なら気配でこちらに反応するはずだった。人なら衣服の色や形がわかる。だがどちらでもない。同行者の一人が小さく息を吸った。声を出そうとしたんだと思う。その瞬間、白い背中が動いた。
歩くというより位置がずれる。地面との接点が見えない。足音も草を踏む音もない。それなのに距離だけは一定だった。追えば追うほど縮まらない。行くな。背後から声がした。振り返ると、そこには漁師が立っていた。いつの間に来たのかわからないほどの距離に。漁師は白いものを見ようとはしなかった。視線は俺たちだけを捉えていた。そこは境だ。越えると戻らない。もう一度前を見ると、白い背中はいなかった。ただ尾根の向こうからこちらを待つ気配だけが残っていた。下山してから違和感ははっきりした形になった。装備を片付けていると、ザックの縫い目に白い繊維が絡んでいるのに気づいた。獣の毛にしては細すぎる。指でつまむと軽いのに離れない。引っ張るほど絡みついてくる感触があった。同行者の装備にも同じものがついていた。全員分だ。尾根に立った時間は短かったのに。洗っても落ちない。乾かしても色が変わらない。時間が経つほどに存在感だけが増していった。数日後、あの漁師に再会した。白い繊維の話をすると、漁師は黙って聞いた後、短く言った。境を越えかけた証だ。理由を聞くと、漁師は視線を山の方へ向けた。山はあれを外に出さない。あれが出たら山が山じゃなくなる。返し方を教えられた。同じ山域に入り、境より手前で装備を地面に置く。それ以上は何もするな。言われた通りにすると、白い繊維は風にほどけるように消えていった。あれが何だったのかは今でもわからない。ただ一つ確かなのは、あの山には飼われているものがいるということだ。獣でも幽霊でもない。山が自分の内側に留めている何かだ。だからあの尾根には名前がない。名前をつけた瞬間、それは外に出てしまうからだ。その年の秋は例年よりも早く冷え込んだ。10月の初め、俺は数年ぶりに地元へ帰った。大学進学を機に離れていてから盆にも正月にも帰っていなかった実家だ。特に理由はなかった。ただ都会での生活に慣れてしまって、ここで過ごした
18年間がまるで別の人生のように遠ざかっていたんだ。駅に降り立つと鼻を刺すような木の匂いがした。駅前の通りは昔と変わらず、商店の軒先には朱色の提灯がぶら下がり、今夜の秋祭りの支度が進んでいた。風が運んでくる太鼓の音を聞いた瞬間、胸の奥がざわついた。懐かしさだけじゃない、言葉にならない、どこか重たいざわめきだった。夕方、連絡を取り合っていた高校の同級生、坂本と三友が迎えに来た。二人とも昔のままで笑い合いながら道を歩くと、時間が一気に巻き戻ったようだった。祭りの屋台を冷やかし、酒を飲み、たわいもない話をしているうちに、日は山の端へと沈んでいった。ふと、三友が指さした先に、暗くそびえる山が見えた。あの頂に、村の誰もが、近づくな、と口を揃える祠があった。子供の頃、肝試し半分で行こうとした同級生が行方不明になったという話も聞いたことがある。誰も確かめようとしないまま、それは降りてくるものを封じる場所と呼ばれてきた。なあ、行ってみないか？あそこ。坂本が酒に酔った顔で言った。三友は最初こそ眉を潜めたが、すぐにいたずらっぽく笑った。大人になった今なら、ただの迷信かどうかわかるんじゃない？胸の奥がざわついたままだった。だが、抑え込もうとしていた好奇心が静かに顔を出す。秋風が冷たく頬をなで、太鼓の音がだんだん遠ざかっていく。俺たちは提灯の明かりが届かない参道へと足を踏み入れた。参道の入り口は子供の頃とほとんど変わっていなかった。鳥居は種が剥げ落ちて黒ずんでおり、石段の隙間には草が伸び放題だ。誰も通らなくなって久しいのが一目でわかる。にもかかわらず、足を踏み入れた途端、耳の奥でざわざわと音が鳴ったような気がした。風でも虫でもない。もっと湿った地の底から這い上がるような音だ。坂本は先頭を歩き、懐中電灯の光を揺らしながら笑っていた。昔はここまで来ただけで腰を抜かしてたよな。などと冗談を言う声も妙に遠くに聞こえる。だが三友は無言だった。時折肩をすくめ背後を振り返っている。俺も同じだった。木が風になるたび、まるで何かがこちらを追ってくるような、そんな気配が背筋を撫でていく。石段を登りきる頃には、祭りの音は完全に消えていた。代わりに耳に届くのは、葉のすれ合う音と自分たちの呼吸だけ。月明かりが途切れ途切れに差し込む坂道の先に、やがてぼんやりとそれが見えてきた。祠は思っていたよりもずっと小さかった。
社というより石を積み上げたような塚のような形で、苔に覆われて原型をとどめていない。だがただの廃れた祠とは違う。周囲の空気がそこだけよどみ、吐く息が重くなった。坂本が一歩踏み出すと、土が湿った音を立てて沈んだ。おかしくないか？なあ、今日って晴れてたよな。三友が声を潜めた。足元の土は確かにじっとりと濡れている。雨が降った形跡などどこにもないのに、祠の周りだけがまるで水脈の上に立っているかのようだった。俺は近づくほどに体の奥で何かがざわめき出すのを感じていた。恐怖とも違う、もっと原始的な拒絶感。そこに踏み入ってはいけないと骨の奥が訴えているんだ。なのに足は止まらなかった。坂本が祠の前に立ち、苔を払いのけようとした瞬間、空気がガラッと変わった。どこからともなく低いうなりのような音が響いてきた。風は吹いていない。木々ももちろん揺れていない。それなのに俺たち三人を中心に空気が渦を巻き始めた。今聞こえたか？三友の声が震えていた。俺も坂本も声が出なかった。その時、祠の奥からカランと何かが転がるような音が突然してきた。次の瞬間、冷たい風が吹き抜け、三人の明かりが一斉に消えた。闇が落ちた。月も星も覆われたように消え、目の前の友人たちの姿さえ見えなくなった。耳の奥が圧迫されるような静寂の中で、俺は呼吸だけを頼りに周囲を探った。懐中電灯を叩いても全然つかず、スマホの画面も真っ黒のままだった。光がここだけ拒まれているようだった。その時、坂本の短い叫び声が響いた。足音が一歩、二歩と後ずさる音。三友の息が荒くなる。何か動いたぞ。ほら、祠の奥、何かいる。耳を澄ますと、確かにそれはいた。と、土をするような、そんな音が奥から近づいてくる。四つ足でも二足でもない。不規則なリズム。腐った泥のような、そんな周期が漂い、吐き気がこみ上げてきた。光のない闇の中で、俺たちはただ固まっていた。何かがそこにいる。目が見えなくてもわかるほど濃い存在がこっちへ向かってきている。坂本が震える声で言った。なあ、帰ろう。
マジでやばい。返事をしようと口を開いた瞬間、俺の足首に何かが触れた。冷たく湿った感触が這い上がってくる。反射的に振り払おうとしたが、逆に強く絡みつかれ、地面へと引きずり込まれそうになった。必死で足を引き抜くと、闇の中でそれはずるりと音を立てて後ずさった。見えないはずなのに、そこにいるとわかる。息を飲んで立ち尽くす俺たちの耳に、やがて声が届いた。返せ。人の声に似ているが、人ではなかった。舌が潰れたような、獣の喉鳴りのような。それでいて、はっきりとした言葉が地の底から響いてくる。なんだ今の。三友が悲鳴に近い声を漏らす。次の瞬間、祠の奥がぬらりと動いた。黒い闇が膨らんで形をなし、ゆっくりとそれが姿を現す。形は定まらなかった。人の背丈ほど高さがありながら、腕にも足にも見えるものが枝のようにうめき、まるで形を探しているように伸び縮みしていた。空気が腐ったような匂いがだんだん濃くなっていき、吐き気がこみ上げる。三友が立ち尽くす中、坂本がいきなり叫んだ。みんな、逃げろ！俺は反射的に駆け出した。しかし、次の瞬間、背後から衝撃が走った。何かが俺の肩口を掴んで、凄まじい力で引き倒したんだ。地面に叩きつけられ、肺の中に空気が一気に押し出される。視界がかすみ、右腕に焼けるような痛みが走った。それはそこにいた。俺の真上に。無数の枝のような腕がうねり、俺を形ごと引き裂こうとするかのように迫ってきた。それと同時に坂本と三友の叫びが遠くで響いた。地面に叩きつけられた衝撃で世界が遠のいていく。肩から先が自分のものではないようにしびれ、温かいものがじわじわと染み出しているのが分かった。耳鳴りの奥で坂本と三友が俺の名を呼んでいる。だがその声も遠く、世界は粘りついた暗闇に飲み込まれていった。それはすぐ目の前にいた。形があるようでなく、しかし確かに何かがそこに存在している。ゆらゆらと揺らめくその輪郭は、獣とも人ともつかず、節くれだった無数の足が地面を這いずり、骨のような音を立ててきしんでいる。それは息をしていた。まるで長い間封じられていたものが初めて空気を吸い込むような湿った音を立てて呼吸をしていた。返せ。
返せよ。収めよ。低い声が地面を這うように響いた。祠の奥から吹き出す冷気が肌を刺し、空気がどろりと重くなる。坂本が懐中電灯を振り回し、三友が石を投げつけたが、光も衝撃もそれを通り抜けていく。まるで物質ではない何かがこちらを覗き込んでいた。気づくと、祠の周囲にある石碑がすべて崩れ落ちていた。子供の頃から触れるなと言われていた封印の印。それが一つまた一つと砕け、地面の下から何かが這い出してくる音がした。複数のものが土を押し分ける音。坂本が俺の腕を掴んで引きずり起こした。だが足が言うことを聞かない。痛みとめまいで体が自分のものではないようだ。それでも三友が肩を抱え、三人で必死に坂道を駆け下りた。背後から土を裂くようなそんな轟音が追いかけてきた。俺は途中で一度だけ振り返ってしまった。なんと振り返った先には祠の上空が割れていた。空間が裂けたように闇がうごめき、そこから何かが顔を出している。だが顔と呼べるものではない。黒く濁ったそんなような影が人の形になろうとしながら、いくつもの腕や足のようなものを枝分かれさせ、祠を這い出ていた。まるで山そのものが呼吸をしているような異様な光景だった。その後の記憶は曖昧だ。気がつけば俺は病院のベッドの上にいた。右腕は固定され、肋骨にひびが入っているとそう告げられた。坂本と三友は軽傷で済んだが、俺たちが倒れていた山道には誰の足跡も残っていなかったと聞かされた。一体あれは何だったのか。退院後、地元の古い記録を探した。すると、数百年前の厄災を封じるために、祠の下にそれを沈めたという記述が残っていた。名前は書かれていなかったが、それにはこう書かれていた。地を這い、足を持ち、人に尽きて村を食うものとあった。俺は夜になると傷の痛みが増す。眠りの淵であの声が耳によみがえる。返せ。祠に返せ。夢の中で山がうごめいている。足のようなものが地面の底からゆっくりとこちらに降ってくるんだ。あの光景を思い出すのは夏山の写真を見返した時だ。青空と緑の稜線の中に場違いな白が残っている写真を見ると、俺は必ず
あの雪渓のことを思い出す。その山は夏でも日陰に雪が残ることで知られていた。雪渓自体は珍しくない。登山道の一部として注意点として記載されている程度のそんな場所だ。問題はその雪渓の形だった。長く細く谷筋に沿って伸びている。遠くから見ると何かが横たわっているようにも見えた。実際に近づいたとき、妙な違和感があった。雪が硬すぎるんだ。夏の雪渓にしては踏み跡がほとんど残らない。音もおかしかった。愛禅が雪を噛むはずなのに、ザクッという感触がない。足の裏が薄い板の上を踏んでいるようだった。休憩中、何気なく雪渓の中央を見た。その時、白いものが動いているのが見えた。最初は雪の崩れだと思った。だが違った。細長い白が雪の中へとゆっくりと沈んでいく。崩れるでも割れるでもない。表面が波打つこともない。ただ形を保ったまま静かに下へ下へと吸い込まれていった。誰かが、今の見たか？そう言いかけて言葉を飲み込んだ。見てはいけないものを全員が同時に見てしまった。そんな沈黙が雪渓の上に落ちていた。沈んでいく白を見た後、誰もすぐには動けなかった。怖かったというより、判断ができなくなった感覚に近い。自然現象だと言い聞かせるには、動きが不自然すぎた。雪なだれでも雪解けでもない。沈む速度が一定で、途中で形が崩れない。白いものは完全に雪の下へと消えた。跡も残らない。さっきまでそこにあったことだけが頭の中に残った。同行者の一人が、空洞があるんじゃないか？そう言った。確かに雪渓の下に空間があれば説明はつく。だがそれなら音がするはずだった。割れる音、崩れる音、空気が抜ける音。どれもなかった。慎重に沈んだ位置へと近づいた。雪面に異変はない。足を置いても沈み込まない。それなのに足元から下を意識させられる。高さも深さもわからないのに、下を見てはいけない場所に立っている感覚があった。その時、雪渓の端に立っていた同行者が急にこちらを見てこう言った。今、下で動いた。冗談に聞こえなかった。全員が同時に
足の裏に伝わるかすかな振動を感じていた。それは揺れというより、中で何かが位置を変えた感触だった。山の中で地面の下にあるものを意識させられるのは本能的に危険だ。誰からともなくその場を離れることになった。だが背を向けた瞬間、雪渓の奥からかすかな摩擦音が聞こえてきた。雪と雪が擦れる音ではない。もっと生々しい音だった。雪渓を離れてからも足の裏の感覚が消えなかった。平坦な登山道に登っても地面の下が空いているような、そんな錯覚が続いたんだ。下山後、山小屋で休憩をしていると、管理人に雪渓の話をした。すると、表情が一瞬だけ変わったんだ。見たんですね。それ以上は詳しい説明はなかった。ただ昔からある話として短く教えてくれた。あの雪渓はとどまる場所だという。流れてきたものが沈み、形を保ったまま残る。人でも獣でもないものが表に出られなくなったとき、あそこへ戻る。数年前、同じ場所で写真を撮った登山者がいたらしい。現像すると、雪渓の中央に細長い白い影が映っていた。影は下から上を見ている向きだった。それを最後に、その登山者は夏の山に行かなくなったという。俺たちもそれ以降、あの山域に入ってはいない。理由は単純だ。沈んだものは消えたわけじゃない。形を変えて次に現れる場所を待っているだけだと、はっきりと分かってしまったからだ。行方不明になった友人の末路。大学まで進学した私はアウトドアが好きだったので登山部へ所属した。そこで同級生の坂本、工藤、遠藤と仲良くなり、卒業してからも4人で暇があれば集まってアウトドアを楽しむ関係が続いていた。ある年の夏、私たち4人は中級者向けの少し険しい山へ日帰りの登山をすることにしていた。登山は久しぶりだが、不安はなかった。これまでの経験があるからだ。しかしたとえ熟練者だったとしても、予期しないトラブルが起きるのが自然であり、山なのだろう。途中までは順調だったのだが、異変はあまりにも突然だった。あれよあれよと急激に濃い霧に包まれ、腕を伸ばすと指先すら見えない危険な環境へと変貌していった。これはもう移動も無理だな、と思った矢先だった。突然、誰かが声を上げた。そして何かが斜面を滑り落ちるような、そんな音がした。確認すると、坂本がいなかった。どうやら
斜面を滑落したらしい。今すぐ助けたいが、これは下手に動くと私たちも危険だと判断し、その場にとどまり、霧が晴れるのを待った。坂本は一体どこまで落ちてしまったのか。大声で呼びかけても返事はない。怪我をしていないで無事であればいいが、結局霧は一晩中晴れることはなく、私たち三人は山の中で一晩を越した。翌朝に天気は回復したが、坂本を探すので登山どころではなかった。結局、私たちの力では坂本を発見できず、一度下山して救助をお願いすることになってしまった。その後、いくら捜索をしても坂本の足取りは不思議と全くつかめなかった。捜査に加わっていた方に尋ねてみると、まるで突然消えたかのように痕跡が全くないのだそうだ。斜面も確かに急ではあったが、どうにもならないほどではないので、方角さえ合っていれば坂本もすぐに戻れたはずだった。突然に濃い霧が出たというのも、当日の天気からは考えにくかったらしい。ずっと快晴だった。それから4年時が経った。経過した年月を考えると、残念ながら坂本とはもう生きて再会は無理かもしれない。残された私たちはそのショックと責任から立ち直れず、しばらくはその山から離れていた。しかしそれでも残されたからには前を向かなければならない。せめて何か手がかりになるものでも発見できれば。そう決意した私たちは因縁のあるあの山へ再び足を踏み入れてみた。とはいえ、これまで何度も捜索して発見できていないのだから、私たちが行ったところで進展があるはずもなかった。必死の活動も虚しく、やはり私たちでは何の役にも立たなかった。一体坂本はどこにいるのだろうか。見晴らしのいい尾根で休憩をしていると、工藤が声を上げた。おい、あれなんだ？言われた方角を見てみると、木々の少し上を何かがゆっくりと移動している。鳥にしては丸いし、動きも遅い。見た目からすると風船？こんな山奥で？私は何だろうと双眼鏡で確認した瞬間、全身の血がさっと引き、震えが止まらなくなった。絞り出すように見たものを伝えようとしたが、うまく声が出なかった。工藤と遠藤も確認すると、みんなで真っ青になり、無言で顔を見合わせた。それは間違いなく坂本だった。信じられない話なのだが、坂本の頭部だけが宙に浮かんでいて、空中を滑るように移動していたんだ。その顔は無表情でうつろ、全く生気が感じられなかった。顔は血の気がないどころか完全に灰色。これは幽霊なのか化け物なのかわからなかった。いずれにせよ、坂本はもはや人間ではないことだけは間違いなかった。私たちは恐怖で捜索どころではなくなり、急いで下山した。
途中、坂本の生首が追いかけてくるのではないかと気が気ではなかったが、無事に戻ることができた。三人の間であの日見た坂本の生首は悪い幻覚だったということにしている。私たちはあの日何を見たんだろうか。坂本の身に何が起こったのか。今でも真相は分かっていない。参道の子連れ。この話は心霊現象か何かは知らないけど、俺が過去に遭遇したやばい話を紹介しようと思う。数年前、俺がまだ学生だった頃、夏前に友人の工藤が親戚からキャンピングカーを借りてきて、結構大きくて大人4、5人は中で余裕で寝られるような本格的なやつ。それで仲間内でも盛り上がっちゃって、早速これ乗ってどっかへ旅行って話になり、当時よくつるんでいた遠藤も誘って、男ばっか3人で大学の夏休みに自動車旅行に出かけたんだ。ルートも行き先も特に決めない行き当たりばったりの適当旅。乗ってるのがなんせキャンピングカーだったから、ホテルに泊まる必要もなく、もう思う様に好き放題にうろうろしていた。夜でも適当にあちこち走って、疲れたらその辺に車を止めて仮眠をした。これがなかなか楽しい。その気になって探すと、結構いろんなところに温泉や銭湯があるもので、途中からは温泉探しに山ばっかり走ってた。その日も工藤の運転で夜の山道を走ってた。夜の10時くらいだったかな。ヘアピンの連続した峠道で、街からもだいぶ離れた寂しい通り。俺は助手席で工藤とだべってて、遠藤は後ろの席でゴロ寝していた。そうやって真っ暗な山道を走っていると、パッとヘッドライトの明かりの中に突然親子連れが映ったんだ。中年過ぎくらいのカーディガン羽織ったおばちゃんと、2、3歳くらいの小さな男の子。それほど速度を出していたわけじゃないけど、なんせ夜の山道、誰もいないと思っていたところに急に人が出てきたから、工藤が慌ててハンドルを切って、幸い事故になることもなく、俺らはそのままその場を通り過ぎた。でも正直、もうこの時点からおかしいなって思ってたんだよね。案の定、工藤も俺と同じことを考えていたらしくて、運転しながら話しかけてきた。なあ、今の親子連れ、変じゃないか？こんな夜中に山道、どこに向かって歩いてんだよ。まあ、でもほらさ、意外に近くに家があったりするんかもよ。いや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 、ないでしょう。山越えの峠道だぞ。温泉だって先だしさ。工藤の言う通り、麓の町からここまで10キロは走ってきたけど、途中に民家なんてなかったし、目的地の温泉施設だってまだまだ先だった。俺もカーナビの地図をいろいろ拡大して確かめてみたけど、
周囲はマジで何もない完全な山の中だった。あの子連れのおばちゃんは一体どこに行くつもりだったのか。俺と工藤は黙り込んだまま車を走らせ、しばらくすると目的地の温泉施設に到着した。施設といっても日帰り銭湯に RV パークがくっついた簡単なやつなんだけど、なんか雰囲気が変だった。妙に慌ただしいというか、そこそこ遅い時間なのに、敷地内を懐中電灯を持った人が何人も歩いていて、みんな何かを探しているようだった。俺たちが駐車場に車を止めると、おっさん二人がこちらへ向かって走り寄ってきた。どうやら子供が一人いなくなったらしい。2歳の男の子。温泉から出て親がちょっと目を離している隙に、いつの間にかどこにも姿が見えなくなってしまったらしい。俺と工藤はピンときた。さっき見た子連れのことだって。ここに来るまでの道で子供連れとすれ違った。で、その人らに教えたら大騒ぎになった。念のためドラレコを見直して、あの子供とおばちゃんがバッチリ写ってて、それを見た子供の親が、うちの子に間違いない。頼むからそこまで案内してくれ。って頭を下げてきたんで、俺らのキャンピングカーに二人を乗せて、もう一台別に車を引き連れて、さっき通った道に戻ることになった。不幸中の幸いなのか、子供はすぐ見つかった。俺らと会ったところからもう少し下った先のガードレールの脇に、さっき出会った子供が一人でポツンとそこに座っていた。子供が言うには、温泉施設で会った知らないおばちゃんにここまで連れてこられたそうだ。おばちゃんはその子にここで待っとけって言った後、そのままどこかにいなくなったらしい。それからは大変だった。親も子供も号泣するし、警察も来て事情を聞かれて、誘拐事件みたいな扱いになり、証拠でドライブレコーダーのメモリーカードも提供した。後から警察で聞いた話では、ドライブレコーダーに映っていたおばちゃんは結局捕まらなかった。捕まるどころか、おばちゃんがどこから来た誰なのか調べても全く手がかりがなかったそうだ。なので当然、子供を連れてどこへ行くつもりだったのかも不明のままだった。ここからは俺の想像の話。まあ多分、おばちゃんはどこにも行くつもりじゃなかったんだと思う。だって、夜中に小さな子供歩かせて進める距離なんかたかが知れてる。道中は何にもない山の中だし、適当に連れてきて放り出して終わり。子供が死のうが生きようがどうでもよかった。そういう悪意の塊みたいな異常な存在がおばちゃんの姿をしてて、そんなのが平和なはずの田舎の銭湯にたまたま紛れ込んでいたんだと思う。ドライブレコーダーには結構はっきりとおばちゃんの顔が映っていた。そのおばちゃんの顔、満面の笑みだったんだ。俺はその笑い顔を見て心底ゾッとした。
今でも山の中で急に静かになると、あの日のことを思い出す。音が消える前には必ず前触れがある。それを知ったのはかなり後になってからだった。その山に入ったのは何度目かの縦走の途中だった。特別な場所でも難所でもない。地元でもよく知られた山域で、危険な話も聞いたことはなかった。登り始めた時はいつも通りだった。鳥の声がして、足元では小さな虫が動いている。風もあり、空気は軽かった。異変は標高を上げてしばらくしてから起きた。気づいたら鳥の声がなくなっていたんだ。1羽や2羽ではない。全部だ。その代わりに自分たちの足音だけが目立つ。やけに大きく、やけに近い。休憩で立ち止まった瞬間、同行者の一人が小さく言った。なあ、静かすぎないか？その言葉で全員が同じことを考えていたと分かった。風は吹いているのに葉が鳴らない。枝も揺れていない。まるで山全体がこちらの様子を伺っているようだった。この時点ではまだ引き返す理由にはならなかった。天候も安定している。体調も問題はない。ただ余計なことはするな。そう無言で言われている感覚だけがそこにあった。あの日の静けさは山が起こる直前の呼吸の止まった時間だった。尾根に出る少し手前で完全に音が消えた。風は感じるのに草も木も鳴らない。自分たちだけが場違いな存在になったようだった。足を止めると不安が膨らむ。歩いている方がまだ紛れる。誰も口に出さなかったが、全員が同じことを思っていた。ここは長居する場所ではない。そんな空気の中で同行者の一人が軽い調子で言った。なんかさ、山が機嫌悪そうだね。冗談のつもりだったんだと思う。実際笑いも含んでいた。だがその言葉が出た瞬間、空気が一段沈んだんだ。その直後、風が一気に吹き下ろした。木々が揺れ、枝がぶつかり合う音が一度だけ激しくなった。そしてまた静かになった。誰も笑わなかった。笑える雰囲気じゃなかったんだ。冗談を言った本人も口を閉ざしていた。そしてさらに悪いことが起きた。道の脇に転がっていた古い石だ。苔に覆われ、角が丸くなっている。別の同行者が、なんだこれ、邪魔だな。そう言って軽く蹴った。
石は音も立てずに斜面を転がった。普通ならどこかで止まるはずだった。だが、いつまで経ってもぶつかる音がしない。落ちきるまでの時間が明らかに長すぎたんだ。その瞬間、全員の足の裏に同時に嫌な振動が伝わった。山の中から今のは違う、そう言われた気がした。石を蹴ってから道の様子が明らかにおかしくなった。地図では緩やかなはずの登りが急に長く感じる。同じ景色が何度も繰り返される。歩いているのに進んでいない感覚があった。その時、先頭を歩いていた同行者が急に立ち止まった。道が途切れていた。だが正確には道はある。その先が山の中へ溶けているように見えたんだ。霧も出ていない。視界はある。それなのに進むべき方向がわからない。全員が同時に理解した。このまま進めば戻れなくなる。誰からともなくさっき蹴った石の話になった。冗談を言った言葉も思い出された。そこで初めて全員が口を揃えて謝った。山に向かってではない。足元に向かって静かに短く。すると不思議なことが起きた。風が戻った。鳥の声が一羽だけ聞こえた。道がはっきりと姿を現した。俺たちは無言のまま、そのまま下山した。振り返る者はいなかった。下山後、全員が無事だった。怪我も体調不良もない。ただ一つ共通していたことがある。あの日以来、誰一人としてあの山に入ってはいない。山が起こった理由ははっきりしている。そして山が返してくれた理由も。まだ外に出すほどではないと判断されただけだ。